こちらは2018年3月に京都駅前地下街ポルタの東エリアに登場した蛇の目傘をモチーフにしたモニュメントです。以前番組でも紹介した京和傘の日吉屋が中心となって手掛けたものですが、今回注目したいのはこの紐。交差し広がる幾本もの紐の軌跡、京都の歴史、そして京都の未来を描くかのように表現されています。これには3つ以上の糸の束を組むことで紐を作る伝統技法、組紐が使われています。組紐といえば着物の帯締めというイメージかもしれません。しかし今こんな風に進化しているのです。607本もの絹糸が複雑に組まれ、ストライプのデザインがベースとなった時計ベルト。このストライプは綾高麗と呼ばれる組紐の伝統文様です。この新しい組紐の開発の中心となった人物が今回の主人公。1948年、宇治に創業した京組紐の製造卸、松園組紐の八田俊さんです。結ぶということによって、例えば束ねるとか縛るとか、留めるとかいろんな機能を持つことができると思うんです。でそこにすごく装飾性とか機能美みたいなのを見出したのが、日本人のすごく特徴的なところかなと思います。刀を下げる紐だったりですとかで、その後帯締めとして使われたりとか、そういった形で時代時代によってメインになるような使われ方っていうのが、少しずつ変わっていったような歴史的背景はありますね。平等院のほど近くに松園が工房を構えたのはおよそ70年前。創業当時は伝統的な技法手組みで帯締めを組む専門の工房でした。大陸から伝わったと言われる組紐の技術、糸の色や数、組み方によって仕上がりの文様は300種類以上あると言われています。組紐はその断面の形状から平紐、丸紐、角紐に大きく分けられます。丸い方が伸縮性があったりですとか、平らな方はすごく締めた時にキュッと止まるとか、その用途に合わせて全部提案は変えてますね。一目ずつ手で組み上げていく手組み。数本から数十本の糸を一定の組み方に従い、交互に交差させて組み上げていきます。角台というこちらの組台は、組紐の技術を学ぶ上で最も基本となる丸紐を組む専用の台です。これが、重り玉と呼ばれるものでして、中に鉛の玉が入っていて、この重さで引き締めながら組むっていうための道具ですね。すごく玉を回してよりをかけるっていう行為がやりやすい台になってます。均一なよりがかかっていて、紐自体がすごくぷっくりしたような仕上がりになっているのが帯締めとしてはすごくいいものだとして言われておりますね。絶妙な引っ張り具合と、硬すぎてもちょっと締めにくいので、ある程度伸縮しつつ、柔らかすぎない、柔らかすぎると今度帯締めとしてもまた締めにくいということになるので、このよりの加減でそういう硬さが若干変わったりはしますね。2011年に28歳で入社した八田さんも、角台から組紐作りの修行をスタートしました。続いて平紐、丸紐、角紐などさまざまな形状の紐を万能に組むことができる丸台へとステップアップし、現在は高度な技術で平紐を組む専用の組台、高台も手掛けるようになりました。左右に広がる糸を操り、紐を組み上げる高台は、数十から100を超える重り玉を使って目の細かい複雑な文様を組むことができます。で今私が作っているものでも、32玉で、紐を組んでいるんですけれども、かすり模様が出る中に少し点々とした、色合いの模様が入る点がすりっていう組み方の平紐を組んでますね。基本的には表と裏で2枚の色を
交互に出すことによってドット絵みたいな形で紐の中に文字を入れたりですとか、ちょっと変わった模様を入れることができる台になってます。糸の本数とか玉の数が多いっていうことで作れる模様だったりとか幅っていうのもかなり自由度が高い台なので、本当にこの高台で組む組紐っていうのはすごく無限大のいろんな可能性があるなというふうには思いますね。組紐職人として9年目、八田さんは現代の人々のニーズに応える美しく新しい紐のあり方について日々考え、それを形にしようとしています。宇治市で70年以上続く松園組紐の組紐職人八田俊さん。近年八田さんは職人の経験を生かし、新しい商品の企画・営業を担当しています。この日、八田さんが訪ねたのは、京都で260年以上、日本画用絵の具を製造・販売する上羽絵惣です。近年は胡粉を使って開発したカラフルなマニキュアが注目されています。7月になると、下京区の本店の目の前に祇園祭の山鉾が立ちます。上羽絵惣では2016年から松園組紐とコラボレーションし、祇園祭に向けたアクセサリーを企画販売しています。サンプルをもとに形を決め、色見本を前に素材や色の打ち合わせをします。特にこちらの会社さんは女性の方がすごく多い会社なので、本当にその目線で色のアドバイスとかっていうのをいただけるのが逆に私たちもすごくいいポイントだなと思ってます。すごく勉強になる部分でもありますね。案件を持ち帰ると工場へ。松園では主に自社で染めた絹糸を使用します。紐を組む前の準備で最も重要と言われるのがへじゃくと呼ばれる糸を束ねる作業です。作る紐に応じて束ねる糸の本数、長さ、色、巻き取る枠の数をこの作業で調整します。糸が絡まらないようにとか切れてしまわないようにすごくちょっと気を使って、やる作業ですね。糸切れとかが起こってしまうと出来上がりの太さとかバランスが変わってしまいますし、手の甲に糸を当てながら糸の感触を感じながら作業する必要がありますね。そしてよりをかけた糸を組み上げていきます。松園では手組みを行う一方で1958年から機械を導入し生産力を上げてきました。正中機と呼ばれる紐を組む機械はおよそ60台、古いものは50年以上現役で稼働しています。機械の動力源は1本のベルト。構造としては歯車を組み合わせたからくり時計のようになっています。そのため機械場の職人は組み上げるペースを調整する歯車の組み合わせパターンや紐の風合いを左右する重りのバランスを把握していなくてはなりません。八田さんは手組みの技術を理解した上で注文に合わせた細かな調整を行い、手仕事と変わらない仕上がりを目指します。今回八田さんは3つの糸の束を組む三つ組みで4色の紐を試作、上羽絵惣オリジナルのブレスレットを制作しました。女性が三つ編みをよくされたりとか、あれが実は3つ以上の束を交差させるということで組紐の一番シンプルな形なんですね。実はこれも組紐で3つで編んでるんじゃなくて3つで組んでるんだよっていう説明をしていただけると、こういうのも組紐なんだっていうことを一般の方々にも分かっていただけるいい機会になるのではないかなと思ってますね。八田さんを中心に松園では店のオリジナルグッズの開発にも力を入れています。組み方と色の組み合わせ方と紐の太さだったりですとか、いろんな可能性があるのが組紐の魅力だなと思いますね。最近はどんどん新しい繊維の素材とか新しい技術とかも開発されているので、今後本当にそういうものを組み合わせるともっともっと機能的なところとかもカバーできるんじゃないかなと思いますし、松園では50年以上にわたり手組みの教室を開いています。
もともとは女性たちの趣味として組紐を広めるためでしたが、八田さんはこの教室を技術の継承と作り手を増やす場にしたいと考えています。本当にその後継者の育成というところは、私たちもそこは一つ今後もずっと課題としては持ち続けてますね。組む技術をせっかく覚えていただいたのであれば、それを発表できるような場所っていうのは何か私たちから提案ができればなというふうには思いますね。組紐職人八田俊さん。結ぶ、束ねる、下げる、留める、美しさと使いやすさを兼ね備えた組紐、工夫され使われてきました。八田さんは1000年以上受け継がれてきたその技術に新しい糸を組み込もうとしているのです。